ticket in my hand. I'm rushing through the morning crowd. Heartbeats racing fast to a brand new town. But beyond the window, sky so white and blue. All I think about is the little green back home with you. Even on the road, my thoughts. はい、ですね、5日間のタイ旅行に行ってまいりました。旅行に行っておりました。5日間ですね。5日間家を空けました。で、なんでこんな話をするのかっていうと、ちょっと前に私が上げたショート動画がですね、ちょっと私の YouTube 史上では驚異的な再生回数を見せておりまして、でコメントもすごいたくさんいただいたんですよ。でその中でやっぱりその植物あまりやられていない方とかの目にも結構止まったようでして、コメントの中に旅行行けないねみたいなコメントがあったんですね。そのショート動画が私のルーティンっていう感じで、仕事から帰ってきて植物にね水をあげるような状態を映していたので、毎日それをやっているのであれば旅行行けないねって感想を、持たれるのはすごく自然だと思うんですけれども、実際、今回は5日モルディブとか行った時には1週間ほど家を空けていたので、結論から言えば植物これだけの数育てていても1週間ぐらいは家空けることはできます。私も初めてその旅行行く時とか植物育て始めた時にどういう風にしたら家を長期空けることができるのかとか結構いろいろ考えたんですよ。ちょっと家空ける前の養生何をやってるのか、どういう風にやったら家こうやって開けて植物の世話をちょっと保留にすることができるのかっていうのを話していこうかなと思っております。で、私育ててる植物としてはかなり幅広い植物育てておりまして、ビカクシダがすごい好きでビカクシダ多めっていうのはあるんですけれども、普通のねよくお店とかいろんな方が育てている観葉植物っていうのもかなり多いので、それを含めてどういうふうにやっていくのか大きく分けると、正直その植物の大きさ大中小とかでどれだけのケアが必要になるのかっていうのが変わってくると思うんですね。大きければ大きいほど特にする必要はないと思っても大丈夫かなと思っています。もちろん植物の種類によるので一概に大きい植物は何もしなくていいってわけじゃないんですけれども、例えばうちで言うとこういったねバッサイヤーだとかフィカスエベレストだとか、あとは大きいモンステラだとかめちゃくちゃでかいねビカクシダがあったりだとかあるんですけれども、ここら辺に関しては出かける日の直前出かける直前に最後たっぷり水をあげればそれだけで OK。 1週間ぐらいは正直全然問題なく育ってくれる形ですね。はい。でそれから、中ぐらいから小型の植物ですかね。例えばこれぐらい、はい、この子はアンスリウムなんですけれども、正直このサイズも大型と同じように出かける直前にたっぷり水をあげるっていう風にしておけば、1週間ぐらいは問題なく持ちました。これはアンスリウムなんですけど、他のねこういったセロームとかですよね、こういった植物もたっぷり水をあげておけば安心でした。で中にはすごく水の吸収がいい植物、葉がいっぱいあって根っこから水をたくさん吸ってすぐ蒸散するような、そういったサイクルが早いような植物に関しては心配であればこういったね植物の底に、受け皿を置いて、でその受け皿に水を溜めておけば底面吸水してくれるので、必要な時に水吸って吸い上げてくれるんですよ。本来受け皿にねある水っていうのはすぐ捨てなきゃいけないよっていうようなものではあるんですけど、旅行中の時とかどうしても水分不足になりそうだなって株のものに関してはそういったね底面吸水をしてあげるのがいいんじゃないのかなと思っております。私は特に必要ないかなと思ったのでそれすらも全てやらずにおりました。問題なかったです。それから非常にちっちゃい株ですよね。もうちっちゃい株っていうのはやっぱその鉢が小さい、土が少ない、水苔が少ないとかで水分の含有量がすごい少ないわけじゃないですか、その株全体として。ってなるとやっぱり水やりはね
他の大きい株と比べたら頻度が高いはずなんですよね。もうそういうね心配、どうしてもね心配、小さければ小さいだけで心配ですし、水やりもあげなきゃいけないってすごい不安になるので、もうそういう場合はねもう最悪もう持っていっちゃうとか、もうキャリーバッグに詰めて持っていっちゃう、行った先で管理しちゃうっていうのは、国内なら最悪できるかもしれないですけど、海外はね植物検疫というのを通さないと国外に持ち出すことができませんし、国内に持ち込むことももちろんできないので、それはできません。なので、どういったことをやるのかというと、半密閉状態を作る。例えばタッパー透明衣装ケースとか植物を入れてあげて、密閉もしくは半密閉にしてあげれば、蒸発とかね、防ぐことができるので、かなり長期的に株の水分不足を防ぐことができますね。それからビカクシダなんかで言えば、水苔にラップを巻いてあげる。ラップを巻いてあげることで、水苔自体からの蒸発蒸散をね防ぐことができるので、株が吸って蒸散している水分だけじゃなくて、やっぱどうしてもね水苔自体からも蒸散して水分失われていっちゃうので、それを防ぐことができるだけでもかなり水分不足は解消される、かなり長持ちすることはありますね。はい。というわけで、株にすることっていうのは基本的にここまで。何をやったかって言ったら、大きい株は本当そのまんま出かける直前にしっかり水をあげる。出かける直前にしっかり水をあげるのは大きい植物だけじゃなくて、ちっちゃい植物も全ての植物そうですね。だから旅行直前はめちゃくちゃ忙しいです。全部の株に水しこたまあげなきゃいけないんでめちゃくちゃ忙しいです。旅行準備の一つに植物の水やりちゃんと入れといてくださいね。で、ちっちゃければちっちゃいほど、鉢のものであれば底面給水をしてあげる準備をする。ビカクシダとかであればラップとかを巻いてあげて、水苔からの蒸発蒸散を防いであげる、半密閉状態を作ってあげる、高湿度状態を保ってあげるというぐらいですかね。はい。正直それができれば本当に問題なく1週間ぐらいは、家を空けることは可能です。全然できます。今話したのはその植物に、してあげること、対処する方法で、続いて環境ですよね。例えばうちは、植物育成ライトと、サーキュレーターの風をいつもより少し弱めにしてあげる。いつも中ぐらいで回してる、強とか中で回しているんであればちょっと弱にしてあげて、風は少し抑えめにしてあげる。それは一つやってもいいかなと思います。あとライトの点灯時間を少し短くしてあげる。で、風はやっぱりね、無風状態にまでしてしまうと今度蒸れだとかやっぱカビの発生だとかそういったことにつながっちゃうので、無風状態にまでしちゃうのはおすすめはしないですね。で、あと問題は外の植物ですね。今回季節が真夏だったんですよ。で、外の植物ってやっぱこの季節かなり水欲しがるんですよ。晴れが続くと。今回私は天気予報を見て旅行中に雨が降ることが分かっていたので、比較的安心していけたんですけど、この真夏にね外を放置しっぱなしで行くと雨が降らなかった場合本当カラッカラになっちゃうと思うんですよ。雨降らないなっていうのが分かるのであれば、あらかじめその室内に入れておいて、外に出しっぱなしにはしないっていうのがいいのかなと思いますね。問題なく私は5日間のタイ旅行に無事行ってまいりました。このね、今回のこのド派手なこの衣装、これはねそのタイのナイトマーケットで買ったやつなんですよ。なんかタイっぽくていいですよね。ちょっと派手すぎて完全にタイ浮かれ野郎みたいな服装になってますけど、はい。で、タイのね旅行の様子、もし気になる方がいらっしゃれば、前回の動画にねタイのチャートチャックマーケット行ってきまして、もうね植物いっぱい見れてめちゃくちゃ楽しかったです。はい。そういった動画ももしあるので、もし気になる方がいらっしゃれば見てみてください。皆さんもね植物増やしすぎちゃって、増やしすぎて手に負えないまでになっちゃうのは良くないと思うんですけど、あんまり増やして旅行行けなくなったら嫌だなとかって思ってる人がいるのであれば、1週間以上旅行する人ってまあいないじゃないですか。正直あんまり1週間ぐらいの旅行であれば、ちゃんと対処すれば全然問題なく行けるので、あんまり植物増やして旅行行けなくなって
するの嫌だなとかっていう懸念がある人はまだね大丈夫ですから、全然いけますから、自分のできる範囲、思ったより植物増やしても大丈夫だと思います。人によるかはい、そんな感じでですね、旅行楽しめる植物いっぱい育てていても旅行は全然楽しめますよといったことをちょっとお伝えしたい動画でございました。もし旅行に行く人でね、行く可能性がある人でね、ちょっとそれを懸念している人がいるのであれば、旅行前からその各植物のその水やりのサイクルとかをもう一回ちょっと考え直してみて、意外とそんなに水やり必要ないんだなっていうのを意外と気づいたりするので、もう一回ねよく観察し直して出かける前にたっぷりあげれば大丈夫だなっていう植物は自分の中でなんとなく記憶しておいて、たっぷりあげても途中で水切れを起こしちゃうかなっていう植物があるのであれば、先ほど申したように、対処してあげれば大丈夫ですので、はい、そんな感じでね、旅行に行ってきてください。はい、ありがとうございました。いってらっしゃい。よいしょ。優しく